皆さんこんにちは。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日は12月の18日違う。今日は12月の19日なんですけど、今月まだ一本も動画を上げられておりません。ちょっと忙しくって、今日のね、動画を早く編集してクリスマスまでに上げられたらなと思ってます。今日は家で撮ってます。母が作ったクリスマスの飾りです。今日の動画なんですけども、本について私のおすすめの本、好きな本をちょっとお話しさせていただきたいなと思います。以前インスタで質問を募集したんですね。私のリール動画のテーマにしようと思って、ちょっと自分でもうテーマ考えるのが何がいいか分かんなくなっちゃったんで、もうフォロワーさんに聞いてみようと思って。で、その中で結構やっぱり日本の本について知りたいという方がたくさん来たんですけど、私本大好きで、もう家にビジネス本とか、自己啓発本とか、小説とか、エッセイとか、すごいあるんですけど、それをショート動画の何十秒の中で語るのが難しいなと思ったんで、ぜひ本については YouTube を撮りたいなと思って今回撮影してます。今この場に本たくさん持ってきたんですけど、何個あるんだ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。ちょうど10個ですね、持ってきました。日本人向けの本なので、読み仮名とか基本ついてなくって、初級、中級の方はちょっと難しいかもしれないです。なので、ぜひ、もし日本人の方で見てる方がいれば、日本人の方にもおすすめですし、あとは、比較的簡単な本も持ってきたので、上級レベルの方、外国人の方で、上級の方もしくは中級の方も参考になるのかなと思ってます。はい、それでは早速紹介をしていきます。たくさんあるのでどんどんいきます。じゃあまずは小説からいきます。小説は3つ選んできました。母が小説がすごい好きで、うちたくさん小説あるんですけど、母が読んでこれおすすめだよって言ってくれた本を基本的に読んでます。まずは町田園子さんの本ですね。この2つです。結構重い話なんですけど、やっぱ文字も多いので難しいと思います。ただ話は面白くって、これもこっちは映画化したかな？その恋愛の話だったり、その中でもちょっと結構気分が沈むような話もあったりするんですけど、リアルでやっぱり面白いですね。サクサク読めちゃう。もう一つがこれですね。また必ず会おうと誰もが言ったっていう本なんですけど、これもここにこんなに泣ける本はないと紹介、大反響って書いてありますけど、本当にめっちゃ泣けました。これはさっきの町田園子さんの本よりかは読みやすいと思います。それでもね、文字は多いですけど、内容もそんなに難しくなくって、結構シンプルな話というか、一人の高校生の男の子がいろんな人に会っていく話なんですけど、で、出会いの数だけ感動と涙があるって書いてありますけど、なんかまさにそんな話で、はい。ちょっとね、機会があったらぜひおすすめなので読んでみてください。なんかやっぱ出会いって大事だなって思う本です。じゃあ次は勉強系の本に行きましょうかね。私がやっぱりお世話になった本はこれですかね。新しい文章力の教室っていう、私は結構文章を書く仕事をずっとしていたので、今でもしてるんですけども、文章力の本ってたくさん持ってるんですけども、これは本当基礎です。基本的なことが書いてあります。ただ、文章力って学校で習わないんですよね。国語とかそういうのは授業でやりますけど、綺麗な文章を書くっていう授業ってないので、本で勉強してました。私結構上級の方のレッスンでもこの本参考にしてレッスンすることもあるんですけど、綺麗じゃなくても文章って伝わると思うんですけど、やっぱりその綺麗な文章っていうのは読みやすくって、この人文章書くのが上手だな、日本語が上手だなっていう印象を与えるので、すごい重要だなと思います。その中でもこれは基本的なことなので、外国人の方でも読みやすいと思います。やっぱ基本的な主語と述語を
ちゃんと結びつける。文章が長くなると主語と述語がおかしくなってる人って結構いるんですよ。日本人の人でもそうですけど。すごい基本的なことですけど、ちゃんとチェックしましょうみたいなのが書いてあったり、文末が文末のバリエーションですね。何々です、とか、何々ました、で続く文章っておかしいので、そこを、きれいにする方法っていうのを、そういうのがたくさん書いてあります。そんなに分厚くない、薄いし、読みやすいのでおすすめです。で次は、これしましょうか。お金の大学です。これコロナになったぐらいの時に発売されてすぐに手に入れたんですけど、今でも本屋さんのトップにありますよね、これ。日本に住んでる方はぜひ読んだ方がいいかなと思う本で、投資とか転職、副業、節税のことがわかりやすく書いてあります。そういう本ってたくさんあると思うんですけど、難しい本とか結構多いんですけど、これはイラストとか図が多くて分かりやすいです。副業とか投資とかすっごく深く書いてあるわけではないんですけど、これ見れば、まさにお金の大学ってありますけど、どうやってお金に困らない力をつけるかとか、その考え方が分かりやすく学べるので、そういう本読んだことないけど興味ある人はこれおすすめです。やっぱりもうランキングでも常に上位にいるっていうことは、たくさんの方がね読んでるっていうことだと思うんですけど、このライオンの両学長 YouTube もやっててすごい可愛いんですけど、この本も可愛いです。ちょっと笑っちゃうところもあったりして、で私は本当この本に出会って投資も始めたし、自分の事業、自分の仕事っていうのを立ち上げるとこまでの計画を立てていくことができたのとか、それこそこういういろんな本を、ビジネス系の本を読み始めたのもこの本がきっかけですね。それぐらい実はこの本って私にとって大きなきっかけの本でした。それまでね、私はずっとサラリーマン、会社員として普通にというか会社員としてずっと生きていけばいいかなって、そこそこの暮らしでいいかなと思ってたんですけど、なんか本当にやりたいことが見つかりました。これを読んで。海外に住んでる方はやっぱり日本と節税とか、それこそ転職、副業で稼ぐ方法って違うと思うので、ちょっと当てはまらない部分もあるかもしれないんですけど、日本にいる方はおすすめです。はい。次は、じゃあここでちょっと初級の本行きましょうか。はい。これはあかね先生の本ですね。すごい表紙が可愛くて、私は購入しました。で、あかね先生のサイン入りなんです、実は。ですごいあかね先生好きなんで、なんか動画面白いですよね。結構私、YouTube 動画流しながら仕事したりとかするんですけど、あかね先生の動画も結構見てます。なんか人が喋ってる動画すごい好きで、その中ですごい聞きやすいので、よく流してるんですけど、なのでね、この本も、発売された時に買いました。イラストが可愛い。私はこれはそんな1ページ1ページたくさん読んでるわけじゃないんですけど、ただ欲しかったっていうことで買って。でも本当非常にわかりやすくって、音声もあるし、英語でね、解説も書いてあったりとか、本当に使う日本語が勉強できるなと思いました。私レッスンしてて、同じ本持ってる方結構いました。それぐらいね、たくさんの方が買ってるんだなと思います。これも、日本語を勉強している方はおすすめです。じゃあビジネス系の最後、この本ね、ちょっと持ってきたんですけど、私が好きな本で、月の商人ですね。女性が幸せと成功を手に入れるためって書いてありますけど、女性向けですね。女性向けの本。これ小説ですね。一応物語になってます。で、結構付箋貼ってますけど、参考になる内容が多かったので、仕事をする上でですね、とてもおすすめです。例えば、付箋貼ってあるところなんだろう。成功する商人は人々が何を必要としているかを探す。成功しない商人は自分が売りたい商品を売ろうとするとか書いてあります。世の中のニーズに合わせた
その自分のターゲットが欲しいものの商品を作りなさいっていうことですね。自分がやりたいことではなくて。などなどが書いてあります。これはターゲットになる人は限られるかなと思うんですけど、私はこの本買ってよかったなと思います。ちょっと自分が悩んでいた時に本屋に行って目に入ったんですね。これがそんなにランキング上位とかにはなかったんですけど、ちょっと良さそうだなと思って買ってみて、すごい良かったです。私家にいろんな本ありますけど、いい本は残してますけど、読んでみてあんまり参考にならなかった本はすぐ売っちゃうので、そんなに本棚にたくさん本があるわけではないです。ほんといい本だけを厳選して残してます。じゃあ最後ですね。ビジネス本とか小説とはちょっと違うんですけど、この本読みやすいっていう観点で、あと泣けたりとか面白いっていう観点で選んだ本が2冊あります。これはすべての瞬間が君だった。これでももともと韓国なんですよね。韓国の本を日本語訳した感じなんですけど、これ横書きで、こういう感じで横書きなので読みやすい。なんか私が中学生の時とかこういう横書きの本流行ったんですけど、それとはまたちょっと違う。小説ではなくって、これは本当恋愛、癒されたい時に読む本か。なんか自分が励まされるような言葉が書いてあるっていう感じですね。ちょっと読んでみると。僕たち別れないでいよう。僕らは絶対に別れないでいよう。夢でもそんな言葉は口にしないようにしよう。カッとして心にもないことを口にして、いつまでも後悔しながら未練たっぷりの虚しい時間を過ごすようなことがないように。これぐらい短い一つのタイトルに対してこれぐらい短い文章なんですけど、わかりやすい文章が多いです。韓国語を日本語にしたからかな。結構簡単なんですけど、なんか恋愛に悩んだ時とか、そういう時に読むといいんじゃないですかね。ちなみにこれ妹の本です。妹も本好きなんですよ。妹結構こういう系の本が多くて、私良さそうなのをパラパラっと読んだりしてるんですけど、結構これ良かったなと思います。あとはね、さっき今日は自分を甘やかすっていうのは、これも頑張りすぎてる人に、ゆるく楽しく過ごす48のコツってありますね。これも読みやすいです。1ページあたりの文字数も少ないんで、癒される感じの本ですね。なんか表紙がいいですよね、こういうの。一応これも持ってきたんですけど、私これ読んでなくってなのでちょっとおすすめするのはあれだなと思ったんですけど、これも恋愛の本かな。これでもすごい短いから、さっきパラパラーと読んでみたんですけど、結構いい言葉書いてありました。これ1300円。意外とこの厚さで1300円そんな高くないですね。最後は会ってさよならをしようって書いてありますけど、こういうのも日本語を勉強している方にとってはいいかもしれない。いいんじゃないかなと思いますけど、こういう恋愛とか、青春家族とか、ちょっと合う合わないもあると思うんで、興味ある方はね、なんか美しい言葉が書いてあるっていう感じです。やっぱり読み仮名はないですね。難しい言葉には振ってありますけど、基本ないです。以上が私のおすすめの本たちでした。いかがでしたでしょうか？まだまだあるんですけど、とりあえず今日はこれぐらいにしとこうと思います。気になる本があったらね、ぜひ Amazon とか本屋さんとかで調べてみてください。皆さんもおすすめの本があったらぜひコメント欄で教えてください。はい。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。本当にね、たくさんの方コメントくださったりとか、インスタも YouTube の方もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。